プロフィール。コードネームブリムストーン。分類人間。本名リアム・バーン。アメリカ合衆国出身の歴戦の兵士であり、現在はバロラントプロトコルの指揮官を務めている。彼は長年にわたる軍歴と特殊任務で鍛え上げた経験をもとに、あらゆる戦場で的確な指揮を取る。年齢は定かではないが、幾度もの戦闘を生き抜いてきたその風貌からは、若者とは一線を画す落ち着きと威厳が漂っている。その指導力は絶大であり、若いエージェントたちを厳しくも温かく導き、組織を一つにまとめ上げる求心力を持つ。ブリムストーンは衛星機動兵器を自在に操るための特注ブレーサーを装着している。この装置はバロラントプロトコルの技術者であるキルジョーによって設計されたものであり、火力だけでなく仲間を支援する能力にも長けている。ブリムストーンは今もなお世界の安定と人類の未来のために戦い続けている。彼の歩みはバロラントプロトコルの歴史そのものであり、その意志は確実に後進へと受け継がれている。経歴。リアム・バーン、後にブリムストーンと呼ばれる男はアメリカ・メリーランド州ボルチモア郊外で生まれ育った。少年時代、地元の野球チームに所属していた彼は仲間と共に汗を流し、ユニフォームの泥を誇りにしていた。青年期リアムはボルチモア市消防局エンジン8に入隊。火の手が迫る災害現場で人命救助にあたり、緊迫した状況でも冷静さと的確な判断を失わなかった。そこで培われた仲間を最優先に考える精神は彼の全ての行動指針となる。さらなる貢献を志し、リアムは軍へと進む。その中で彼が配属されたのがラグド・レイブンズだった。この時代リアムは幾度も命がけの作戦を遂行した。だがある作戦で部隊は壊滅的な損害を受けることとなる。それが彼の人生を大きく変える転機となった。親友タリク・ポーターの死である。リアムとタリク・ポーターは幼少期からの親友であり、消防士時代、軍人時代と苦楽を共にしてきた特別な存在だった。リアムはタリクを救おうとできる限りの手を尽くした。だが命をつなぐことは叶わず、その最後を見届けるしかなかった。それ以来リアム・バーンの心には埋まることのない空白が残されている。リアムは休日に野球を見に行くのが好きなのだが、いつも隣の席を一つ空けておく。あの日と同じように。そしてこの頃リアムは世界的企業キングダムコーポレーションの軍事部門 KSEC に入社することになる。この組織には後にバロラントプロトコルのメンバーとなるネオンやチェンバーも所属していた。そして世界を一変させる現象ファーストライトが起こる。未知のエネルギーレディアナイトの誕生、能力に目覚めるレディアントたちの出現、既存の軍では太刀打ちできない新たな脅威に直面した時、リアムは行動を起こす。キングダム科学者サビーン・カラス、後のバイパーと共に彼は極秘戦闘組織バロラントプロトコルを創設。今度の相手は国家でも軍でもなく世界だった。ファーストライト以降、レディアナイトをめぐる争いは世界中で激化し続けていた。そしてついにもう一つの地球オメガアースの脅威がアルファースに忍び寄る。オメガアースは我々の生きるこの地球とは異なるもう一つの世界である。我々の世界はアルファースと呼ばれている。歴史も価値観も異なるその世界ではレディアナイトが枯渇していた。我々と同じ顔を持ちながらも異なる意志で動いているという事実、仲間に似た敵が自分たちの前に立ちはだかるという残酷な現実、それを理解したブリムストーンは再び仲間を集め始める。現在のオメガアースの行動はテホ曰く大規模な戦争の前と酷似している。ブリムストーンは迷わなかった。もう誰もタリクのように失いたくはなかった。今度こそ自らの手で守り抜くために彼は再び戦場に立つ決意を固めた。バロラントプロトコルはその中枢に立つブリムストーンの指揮のもと、来るべき世界と世界の戦争に備えている。他エージェントとの関係。ブリムストーンとバイパーはバロラントプロトコルの創設者同士であり、長年にわたり深い絆を育んできた。二人はかつて巨大企業キングダムコーポレーションで同僚だった経歴を持つ。世界を変えた大災害ファーストライトナーと自らの意思で組織を離れ、共にバロラントプロトコルを立ち上げた。設立当初からブリムストーンとバイパーは組織運営の中心に立ち、外部には明かされない重要な情報や意思決定を共有してきた。互いの能力と考え方を知り尽くした二人は言葉少なでも理解し合える関係にある。ブリムストーンはバイパーが扱う危険な化学兵器にも熟知しており、彼女が無理をしすぎないよう常に目を配っている。時にはバイパー、その毒薬気をつけろ、もうあんなものを吸い込むんじゃないと冗談交じりに声をかけ、父親のような気遣いも見せることがある。
一方のバイパーはブリムストーンに対して時折皮肉を交えた態度をとる。年齢をからかってオールドマンと呼ぶこともあれば、命令に素直に従おうとしない場面もある。しかしその反発は単なる反抗心ではない。戦場でブリムストーンが見せる老練な指揮や仲間を守る姿勢に対しては素直に感心したぞ、まだまだ熱いものがあるなと称賛の言葉を送ることもある。任務中バイパーの苛烈な性格が若いエージェントたちに悪影響を与えかねない時でも、ブリムストーンは彼女に子供たちを怖がらせるなよと冗談めかして釘を刺す。それは上司としてだけではなく、古くからの友人として彼女を気遣う柔らかい一面を表している。ドイツ出身の天才エンジニアキルジョイはバロラントプロトコル創設初期に若くしてその才能を認められ、ブリムストーンによってスカウトされた存在である。ブリムストーンは彼女の技術力を高く評価し、プロトコル内においても重要な技術支援役として信頼を寄せている。ブリムストーンの左腕に装着されているブレーサーはキルジョイが設計を担当しており、彼の戦術行動を技術面から支えている。作戦中や日常においてもブリムストーンは機械操作を得意とせず、しばしばキルジョイに対してパスワードのリセットを依頼するなど技術的なサポートを頼る場面が見られる。この点はブリムストーンが現場主義の戦士であり、最新技術には明るくないという彼の性格を象徴している。キルジョイはブリムストーンに対して敬意と親しみを込めた態度をとり、彼もまた長年の協力関係を通じて彼女の技術と判断を全面的に信頼している。両者の関係は単なる上司と部下という枠組みを超えた互いの専門分野を尊重し合う堅固なパートナーシップとして確立されている。ブリムストーンとテホの間には単なる同志や戦友という言葉だけでは語れない複雑な背景がある。二人が最初に顔を合わせたのは、かつてブリムストーンが指揮官を務めていた特殊部隊ラグドレイブンズ時代のことだった。二人は共に過酷な任務を乗り越えた仲間であると同時に、決して表には出ない秘密を共有する間柄でもあった。しかし二人の間には亀裂があった。テホはタリク・ポーターの死に関わっていた可能性があり、それについて謝罪する意思はないと明言している。彼は過去にとらわれるな、今はこれからの戦いに集中するべきだと語り、過去を水に流そうとする姿勢を見せている。このことが原因で2人の間には深い亀裂が入った。現在の2人の関係はあからさまな敵意こそないものの、完全な信頼関係には程遠い緊張感が残っている。ブリムストーンとセイジはバロラントプロトコル創設以来強い信頼で結ばれてきた。2人の出会いは詳細には明かされていないが、組織立ち上げの頃から自然と肩を並べ、お互いを深く理解し合っている。ブリムストーンはセイジを単なる治療薬以上の存在とみなしている。もし自分に何かあれば彼女が指揮を執れと託しており、セイジもまたその覚悟を静かに受け入れている。プロトコル内部でもブリムが全体戦略を練る一方、セイジは新エージェントの教育を担い、組織の中核を支えている。戦場も日常も2人のやり取りには余計な言葉がない。お互いをからかうこともなく、純粋な尊敬と信頼を持って支え合っている。セイジにとってブリムストーンは最後まで信じられる指揮官。ブリムストーンにとってセイジは未来を託せる仲間。その無言の約束こそがバロラントプロトコルの根を支えている。しかし一部のエージェントからは苦手意識や反発を抱かれている。レイナはブリムストーンの持つ全員を守ろうとするという価値観に強い嫌悪感を抱いている。彼女は力こそが全てと考える過激なリアリストであり、力なき者を無理に生かそうとすることは偽善であると考えている。ブリムストーンの理念、犠牲を最小限に抑え、できる限り仲間を生かして返すという方針は、レイナにとっては弱さの象徴でしかない。レイナは表立ってブリムストーンを侮辱することもあり、偽善者と呼び捨てにする。それでもブリムストーン自身はレイナの能力を高く評価しており、組織運営上は彼女の存在を認めている。両者の関係は個人的な相性は最悪だが、プロとして共闘しているという冷えたバランスの上に成り立っている。ブリーチとブリムストーン。二人は戦場において正反対の存在である。ブリーチは前線の破壊者、衝撃波で壁を撃ち抜き、正面から敵をねじ伏せる。慎重な計画よりも行動と瞬時の判断を重んじる現場主義の男だ。彼はキングダムを憎んでいる。幼い頃、キングダムがもたらした格差と暴力によって家族を奪われた。その怒りは今も戦う理由の一つとなっている。だからこそブリーチはブリムストーンに対して複雑な感情を抱いている。かつてキングダムに関与していた男、今もその技術を用いる司令官。表面上は共に戦っていても、心の奥底では完全に信じきれていないのかもしれない。それでも戦場で命令が飛べば、ブリーチは迷わず動く。敵意と信頼。その狭間で彼らは戦っているのだ。最後に、ブリムストーンという男を語るなら絶対に外すことのできないエージェントがいる。彼の過去と未来に深く関わるたった一人のエージェントだ。KO。
KO は未来から過去へと送り込まれた戦闘用アンドロイドであり、ブリムストーンにとっては異質な存在であった。KO がいた未来では、レディアントたちが暴走し、人類との間に大規模な戦争が勃発していた。彼はその悲惨な未来を変えるため、過去の時点である現在に降り立ち、バロラントプロトコルに加わった。その使命の中で KO が特に重要視しているのがブリムストーンの存在である。KO にとってブリムストーンは単なる上官ではない。未来で彼が経験した戦争の中で、ブリムストーンは大きな意味を持つ人物だった。KO は断片的な記憶の中でブリムストーンが重要な局面で命を落としたこと、そしてそれが未来を暗転させる一因となったことを知っている。そのため彼は今の時代においてブリムストーンを守ることに並々ならぬ執着を見せる。作戦中でも KO はブリムストーンに対して特別に注意を払い、彼の安全を最優先事項の一つに添えて行動している。ブリムストーンも機械である KO を単なる道具として扱うことはなく、一人の仲間として尊重し信頼を寄せている。作戦指示の際も KO に自主的な判断を委ねる場面があり、その態度は他のエージェントたちに対するものと異なる。両者の間には過去と未来をまたぐ特別な絆が存在する。いずれ来るであろう困難な未来においても KO は変わらずあの司令官の背中を守り続けるだろう。一説では KO の中にかつてブリムストーンと生死を共にした親友タリック・ポーターの記憶や意志が宿っているのではないかと考えられている。 KO がブリムストーンにだけ見せる特別な敬意や未来から過去を守ろうとする執着はただのプログラムには見えない。公式には明言されていないものの、失われた友情と果たされなかった約束を背負った存在、それが KO なのかもしれない。そして今もなおリアム・バーンは戦場に立ち続けている。失われた過去を背負い、選び抜かれた仲間たちと共にこの世界を守るために。燃える闘志は決して消えない。ブリムストーンは最後の一瞬まで未来を信じ、仲間を信じ戦い抜くだろう。これがバロラントプロトコル最高司令官リアム・バーンという男の物語だ。I could swore that I was in